皆さん、こんにちは。機関理工学部応用数理学科の早水桃子です。早稲田大学ではですね、この4月から私が担当する離散数学入門という、学部生向けの科目が新たに立ち上がりました。今までも離散数学の授業自体は情報系の学科では開講されていたんですけれども、最近では、例えば医学とか生物学だったり、経済学だったり、あるいは言語学だったりとかですね、いろいろな分野でグラフやネットワークを扱う分析が行われていますので、多分情報系に限らずいろんな学科にですね、グラフ理論やグラフのアルゴリズムを勉強したいって思っている方がいらっしゃるんじゃないかと思います。そういうわけで、離散数学の世界に誰でも気軽に足を踏み入れることができるように、この度私が文系でも理系でも受講できる全学オープン科目という位置づけで、離散数学の入門講義を立ち上げたというわけです。大学のカリキュラムの都合上ですね、学部専門科目ということで、3年生と4年生だけが履修できる科目というふうになっているんですけれども、レベルとしては別に1年生でも2年生でも大学院生でも、どなたでも受講していただいて構わない内容になっています。授業の動画は YouTube で毎回全部基本的にはアップする予定ですので、もし受講はできないけれども、興味があるという方はですね、みんなと一緒に授業を受けているような気持ちで、毎週動画を見て勉強していただければと思います。今日はその第1回としてですね、この授業で学ぶグラフ理論とは何なのか、そして皆さんはどういうことを目指して、どういうふうに勉強すればいいのかという授業のガイダンスを軽く行いまして、それからグラフに関する基礎概念という項目の前編ということで、グラフ理論を学ぶために必要な言葉の準備であるとか、グラフに関する基本的な用語なんかをですね、有名な定理の紹介を交えつつ解説していきます。それではグラフとは何か、グラフ理論とはどういうものかという話から始めたいと思います。グラフと聞くとですね、普通はこういうふうにですね、関数 y イコール fx のグラフを書きなさいとか、あるいは Excel の棒グラフだとか、チャートみたいなものを連想するかもしれませんけれども、グラフ理論でいうところのグラフは、こういう意味のグラフではなくて、こんな風に頂点と呼ばれる点とですね、点と点をつなぐ、辺と呼ばれる線を用いて物事を抽象的に表したもの、そういう図式のようなものというか、物事を抽象的に捉えるための道具のことをグラフというふうに言います。で、頂点には、名前とか、数字がついて、何にもついていないこともあるんですけれども、時々、名前とか、数字がですね、ラベルが付けられていることもあったり、あるいは、頂点が色分けされていたりとか、そういうこともあります。で、辺に関しては、さらに、例えば長さがあったりとか、あるいは向きがあって矢印で描かれたりとかですね、そういったことも、あります。ともかく、これから学ぶグラフというのは、いくつかの種類はあれども、こういうふうに点と線で構成されるものだということを理解してください。例えば、いろんな人たちのですね、交友関係、友達関係、SNS のネットワークのつながりみたいなものであるとか、あと、国の隣接関係ですね。ブラジルとコロンビアが隣り合わせになっていて、で、ペルーとコロンビアが隣り合わせになっていて、ペルーとブラジルも隣り合わせになっているというような感じの、地図における、国の隣接関係であるとかですね。あとは、一番右は、フラーレンというもののサッカーボールみたいな立体構造ですけれども、60個の炭素原子がどういうふうに結合しているかといったその、模型のようなものを表したりもできます。グラフを使うと、そういう非常にいろいろなものを、表すことができます。他にも見慣れたもので言うと、電車の路線図なんかはグラフの典型例として、よく言われます。それぞれの駅が頂点で、それぞれの頂点と頂点の間に、線が引かれていて、場合によっては、ここからここまでの、運賃がいくらだとか、あるいは所要時間が何分だというふうに、数字が振られていたりとか、するわけですね。なので、路線図はグラフの典型例と言えます。で、ここまでちょっと路線図とか、SNS とかちょっとモダンな例を出しましたけれども、グラフ理論の始まりとされるエピソードは結構古くて、正確には
グラフ理論がいつどこで始まったのかは多分諸説あると思うんですけれども、非常に有名なエピソードとしてはですね、ケーニヒスベルクの橋の問題というものがあります。で、ケーニヒスベルクというのは地名なんですけれども、そこにはこんな風に川が流れていて、7つの橋が架けられていたらしいんですね。で、そこの誰かが、どこから出発しても構わないから、7つの橋のうちどの橋も2回通ることなく、ちょうど1回通って、全部7つの橋を全部通って元の場所に帰ってくることはできるかと尋ねたそうです。ちょっと日常に潜む素朴な疑問なわけですけど、こうパッと答えるのが難しい問題だと思います。で、オイラーは、この問題を解決するための一般論を、構築してですね、この答えが、実はノーであること、できないということを証明、しました。で、オイラーはですね、何をしたかっていうと、このようにこの地図からですね、それぞれの岸を、A、B、C、D というふうにして、点として扱ったんですね。で、橋っていうのは2つの岸を結ぶ、2つの頂点を結ぶ線だというふうに捉えることで、最終的にこの一番左にあるこの具体的な地図を、この一番右にある抽象的な、点と線だけで描かれたグラフで表したわけです。それで、そうすると元の問題はですね、この、どの橋も2回通ることなく全部渡って元の場所に戻ってこられるかという問題は、この一番右のグラフは、要するに一筆書きできるかという、問題に言い換えて考えることができます。で、一筆書きできるグラフというのは、オイラーグラフという、名前で呼ばれていて、で、オイラーグラフは今回の授業ではなくて、後のに詳しく扱う回があるんですけれども、オイラーは、一般に、このグラフに限らずですね、一般にグラフが一筆書きできるのは、じゃあどんな時なのかというのを解明する必要十分条件を与えましたので、そのオイラーの定理を使うと、実はこのグラフは一筆書きできない例だということがすぐに言えます。こんな風に、現実の世界においてはですね、グラフに関する問題の例ってすごくたくさんあります。さっきの路線図で言うと、日常的な話題だと、例えば西早稲田駅という、頂点から東京駅という頂点までのを結ぶ最短経路、あるいは最安経路が一番コストが低いような経路を求めようとか、っていう最適化問題も考えられますし、もちろん今のように一筆書きできるかどうかを判定しなさいみたいな問題も考えられるわけです。で、そうすると、じゃあそれをどう解くかということですよね。なんですけど、この、こういう、ふうに言うとですね、所詮グラフは、有限で離散的なものなので、例えば最短経路を求めようと言ってもですね、その候補になる経路が無限個あるわけではないから、せいぜい有限個なので、じゃあ、あり得る、ケースを全部書き出してですね、一個一個、じゃあ、この経路は何分かかるとか、何円かかるとか、この経路は何分かかるとかっていうのを一個一個全部地道に調べ上げて、しらみつぶしに調べるだけでですね、どんな問題でもいずれ必ず解けるだろうというふうに思うかもしれないんですけれども、これはちょっと良くない考えなんですね。なぜかっていうと、グラフの規模、ここで言ってる規模っていうのは、グラフの点の数だったり、辺の数だったりなんですけど、それがちょっと大きくなるだけでですね、別にそのちっちゃいグラフだったら問題ないんですけれども、すごくちょっと大きくなるだけでですね、検討するべきケースってものすごく指数的に増えることが往々にしてあります。そういうのを組み合わせ爆発というのが、と言われるんですけれども、そういうのが起きるとですね、有限とは言ってもですね、もう何万年とか何億年とかかかってしまって、現実的な時間では答えを得るってことが、できなくなってしまうわけですね。だから、素朴にやればいいっていうものではなくて、効率的なアルゴリズム、問題の解き方っていうのを設計したりとか、考える必要が出てくるわけなんです。なので、何も考えないで問題を解こうとすると、全く現実的に解けなくなってしまいますので、実際に効率的なアルゴリズムを、考えたり、使いこなしたりするためには、グラフ理論という学問が重要になるわけです。で、これはですね、別に、今まで言ったことは、特にオイラーの話から始まってなので、すっと受け入れられたと思うんですけれども、特段その応用に限定して、絞った話というわけでもなくて、これはグラフ理論の父と言われるフランク・ハラリーという人が書いたとある本の冒頭の一節なんですけれども、今言ったようにそのグラフ理論っていうのはすごくいろんな応用がありますと。で、現実のいろんな分野でグラフを使ってモデル化できる問題が現れることがよくあると、言った上でですね、
で、グラフ理論の、研究者たちっていうのはですね、その現実の問題を解決するために、そのグラフ理論における、既存の定理やアルゴリズムを使ったりとか、あるいはそこの、それがない場合はですね、新たに自分で、作り出したりとかすると、そういうスタンスを語っています。で、まさに、こういったスタンスで発展してきたのが、生まれて発展してきたのが、グラフ理論の世界かなというふうに思います。もちろんこれは、今回はですね、入門講義なので、皆さんは、別に新たな定理やアルゴリズムを生み出す必要はありませんで、この授業を受ける皆さんの到達目標はですね、後半の部分ですね、現実の世界におけるグラフの問題を自分で認識できるようになってほしい。そして、それが解ける問題であるならば、それを解くための基本的な定理とか、有名なアルゴリズムを正しく使いこなせるようになってほしいと。その2点となります。つまり、さっきのオイラーの話ですと、最初はその地図のだけ渡されて、橋の話だったわけなんですけど、だから特別グラフ理論の問題ですというふうに提示されたわけではなかったわけなんだけども、ただ、これグラフの問題として書くことができるなと、グラフの問題として定式化できるなというふうに気づけるようになってほしいと。そして、この問題だったら、オイラーの定理が使えるなとか、あるいは最短経路問題だったら、このアルゴリズムを使えば高速に解けるなというふうな感じでですね、的確な方法で解けるようになってほしい、使えるようになってほしいというのが目標です。なので、自分で定理を証明して、する力を身につけてほしいというよりは、その、実用的な部分というか、自分でそのグラフ理論の概念とか方法を、自分の中で使いこなせるようになってほしいと。そして各自の専門分野、いろいろあると思うので、そういった分野に、将来活用できるような、そういった力を、基礎力を身につけてほしいと、そういうふうに、思っています。で、その狙いに、沿ってですね、教科書としては、こちらにお示ししている、例題で学ぶグラフ理論という本を採用しました。これはですね、アルゴリズムの説明とか具体的な、現実的な応用例の紹介も、とても充実していて、すごく読みやすい入門書です。で、例題で学ぶというふうに、タイトルの通りですね、結構優しい例題が豊富なので、自分一人でも、サクサクと読書できるのではないかと思います。で、数学的な面で言いますと、なんていうか、全体像という、ものを、理解することを結構、重要視していると思いますので、重要な定理でもですね、ものすごくもう証明が長くなって、それをフォローするだけですごく時間がかかるようなものってあるわけですけど、そういうものの証明はちょっと省略して、むしろその定理を使うと他にどんな定理を証明できるようになるのかという、その定理の形と言います。コロラリーですね。定理の形の証明の方を丁寧に解説することによってですね、定理の、意味とか、ありがたみとか、使い方を効率的に学べるようになっていると思います。ちなみにこの本の誤植などの訂正情報はですね、公開されているようですので、こちらも適宜ご参照ください。で、皆さんはですね、私は基本的にはこの教科書に沿って授業の動画を出していきますので、なるべくこの本を、入手してですね、で、ただ動画を聞くだけではなくって、なるべく、すべての例題とか問題を、カバーするわけでは全くありませんので、自分で、その授業の、該当部分のですね、例題や、演習問題を解いて、授業後に理解を深めるようにしてください。毎回ではないですけど、履修者の方には、モードルで課題を出す週もありますので、ためないように、毎週ちゃんとチェックするようにしてください。で、その他の参考書なんですけど、グラフ理論の本、いろいろとあるんですけれども、もちろんこれが全てではないんですけど、おすすめとして、同じぐらいのレベル、あるいはちょっと発展したレベルとか補うことのできるレベルの参考書などとしてはですね、まず一つ目はですね、こちらのグラフ理論入門、基本とアルゴリズムというのを紹介したいと思います。これは先ほどの例題で学ぶグラフ理論にかなり近いスタンスで書かれている入門書で、同じぐらいの厚さというか、それよりもちょっと薄いぐらいの感じでですね、さっと結構、通読できるような、本になっています。で、こちらも、あんまり長い証明とかは、はしょっていて、どちらかというとアルゴリズムの説明とか、定理の中身の、紹介とかですね、そちらの方が、とか、概念的なことの、定義の、
詳しい解説とか、そういうことがきちんと書かれている良い入門書なので、初心者にも読みやすいかと思います。で、結構その、最初に紹介した例題で学ぶグラフ理論と、扱っている内容もかなりオーバーラップしているので、むしろこちらの教科書を買ってみて、読んでみて、このぐらいのレベルでちょうどいいなと思った人がですね、もうちょっと練習、問題を見てみたいとか、あるいは他の例もちょっと見てみたいとか、他の本の解説の仕方もちょっと知りたいとか、別のアルゴリズムが紹介されてるんだったらそっちも読んでみたいとか、いう感じでですね、これとをもうちょっと充実させるためにですね、2冊合わせて、並行して読むと、かなり理解が深まるのではないかなと思って、これを1冊目として挙げました。で、2冊目、こちらのグラフ理論入門、ウィルソンの、この本はですね、入門と言いつつも中級者向けだと思います。こちらはアルゴリズムの話ではなくてですね、グラフ理論の方の話です。どのような方に適しているかっていうと、最初の2冊ですね、この例題で学ぶグラフ理論と、このグラフ理論入門基本とアルゴリズム、この2冊を見て、ちょっと物足りなかった人向けですね。ちょっと数学的な証明をはしょらないで、もう少し読みたいと、そういうふうに思っている人は、この本で補うといいと思います。ステップアップができると思います。で、こちらはですね、アルゴリズムの話は扱ってなくて、その代わりにグラフ理論のその他のいろんなトピックとかを、さらに扱っていますので、この授業では、カバーしきれなかった話題なんかも、さらに発展して、学べるので、良いかなと思います。で、あとちょっとこれはおまけなんですけれども、アルゴリズム図鑑という本とアプリがあるので紹介したいと思います。こちらはですね、データ構造とアルゴリズムの処方的なことを解説している、無料の iOS と Android アプリと、その書籍版です。アプリの方がいいかなと思います。でこのアプリをインストールするとですね、離散数学の基本的なアルゴリズムをアニメーションで学ぶことができます。全部の項目が無料というわけではないんですけれども、この授業でも扱う、例えば、第3回とか4回で扱う、例えば幅優先探索とか深さ優先探索とか、そういうアルゴリズムがありますけれども、そういったものを無料でアニメーションで学ぶことができて、こういう入力だったらこういうふうにこのアルゴリズムは動いて最終的にこういうものを出力するんだなっていうのを、アニメで見ることができますので、教科書の解説を読んだり、授業で聞くだけでは、ちょっとピンとこなかったなっていう、時に、なんかにですね、ちょっとスマホのアニメーションの方で、アプリの方でちょっと勉強してみると、イメージが湧くんじゃないかなと思います。もし、関連する、部分があったら、ちょっと適宜言及しようと、授業中に言及しようと思います。ちなみにちょっと書籍の方は半分ぐらいはちょっと、グラフとはあまり直結しない内容なので、必ずしもグラフアルゴリズムの話というわけではなくて、グラフに関する話題は多分半分弱ぐらいだと思うんですけれども、おすすめなのは、とりあえず無料アプリをインストールしてもらって、で良さそうだったらちょっとその有料版の方項目を追加するとか、そういうふうな感じで参照してもらえればいいかなと思います。授業計画全15回は、シラバスについてはですね、公開されているシラバス、こちらをご覧ください。今のところ、こういった感じの内容でやる予定ですけど、多少調整することがありますので、ご了承ください。受講生の皆さんへのお願いはいくつかあります。まず、皆さんにとって重要な成績の加点情報なんですけれども、質問があるときどうしたらいいかなんですけれども、極力ですね、授業内容に関する質問をするときは、なるべく他の受講生にも質問内容がわかるような形でですね、Moodle の第何回の授業内容に関する質疑応答専用フォーラムというのが毎回設置されていますので、そちらに投稿してください。なんでかというと、私に直接メールなどで質問をするというのも、悪いと言ってるわけではないんですけれども、フォーラムに良い質問を投稿すると加点することができますので、どんどん積極的に、フォーラムに投稿するようにしてください。私もそちらのフォーラムに投稿された質問の方に優先的に答えるようにしたいと思います。で、当然ですけど、何を質問しても減点するってことは絶対にありませんので、こんなことを聞いたらちょっといけないなと、思わずためらうことなくですね、投稿してほしいと思います。
もしもですね、もうそれでもやっぱりちょっと気が引けると、いうふうに思う方は、匿名で質問できる質問箱なんかもありますので、適宜ご活用ください。と思ってます。で、特に質問がない方は、どうしたらいいかっていうと、その場合もですね、質疑応答専用フォーラムに、ちょっとどんな質問が来てるかをちょっと毎回チェックしてみて、自分が答えられそうな質問があったら、ぜひ回答するようにしてください。こちらもですね、質問だけでなくて、フォーラムで他の人の質問にちゃんと答えてあげた方には、加点をします。もちろん間違ったことを答えていたとしても、別に減点はしませんので、フォーラムにはどんどん積極的に書き込むようにしてください。で、最後にですね、授業に関する重要なお知らせの、伝え方なんですけれども、皆さんは授業に関するお知らせを見逃さないためにですね、ツイッターと早稲田メールの、両方をこまめにチェックするようにしてください。基本的にMoodle は遅配が多いので、あんまり使いたくなくて、主たる皆さんへの連絡手段はツイッターだと、思って認識してほしいんです。で、なんだけども、基本的なアナウンスメントは、ツイッターでやるんだけれども、中には履修者限定のお知らせなんかもありますよね。授業の予定の変更だとか、課題の提出の締め切りに関することとか、成績に関することなどです。あんまりその公開される場でやるよりは、むしろ履修者にだけに伝える方が望ましい内容ですね。その場合は、早稲田モードルのアナウンスメントで伝達して、皆さんのメールアドレスに届くような形になりますので、メールと、ツイッターと、両方とも見てもらえれば、助かります。それでは、グラフの数学的な定義をする前にですね、この授業は、理工系に限らず、いろいろな学科の方が、受けていらっしゃるかと思いますので、まずは、数学的な、その基本的な用語と記法を、整理するといいますか、特に、グラフ理論はですね、集合に関する用語が、品質ですので、まずは、集合に関する言葉の定義と記法を整理したいと思います。で、集合と要素ですね、まず最初は。で、集合って何かっていうと、異なるものの、この異なるものっていうのが大事なんですけど、異なるものの集まりのことを、集合というふうに言います。例えば、この、星と四角とひし形とハート型のこれ、4つ異なるものがあって、それが集まったもの、これは集合なわけですね。仮にこれを集合 A というふうに名前を付けるとします。で、もしこれが必ずしも、異なるとは限らないものの集まりである場合、例えば、ハートが2個あるとかですね、そういう場合はですね、特に、多重集合、マルチセットと言います。で、この場合はマルチセットではなくて、ではなくてというか、普通の集合と言って構わないわけです。で、あと、異なるもの以外にですね、集まりなんですね、集合は。単に集めてるだけなんですよ。寄せ集めてるだけ。だから、集合においてはですね、要素の順番、要素というか、ものの順番は関係ないということに注意してください。だから、この集合の、A の中、A はですね、集合の要素を並べて書くときに、この、星と四角とひし形とハートというふうに、カンマで区切って、中学校みたいな感じで書くんですけれども、特にこの、順番は気にせず書いて構いません。で、この集合に属すものを、要素あるいは元というふうに言います。これは、集合 A は4つの要素を持っていて、集合は、要素の順番は特に関係なく、単に要素の集まりなので、好きな順番で書いていいということですね。で、集合と要素に関する記法なんですけれども、A というものが、ある集合の要素であるということを、言いたいときは、この A in X というこの記号を、用いて表します。これは逆に書いてもいいんですけれども、とにかくこの記号で表します。ですから、上の例だとこの星っていうこの要素はですね、A の要素、メンバーなわけですから、星はA に入っているというふうに、こういうふうに書くわけです。一方で、ある A というものが集合 X の要素ではないということを言いたいときは、A not in X というふうに、この、not というこの斜線のバッテンみたいな記号ですね。これを使って表します。だから、これも逆向きに、こっち向きに書いて、
斜線を引いてもいいんですけれども、とにかくこれが入ってると、これが入っていないという意味です。例えば、上の例ですと、このピンクの丸っていうのは、上の集合要素の、集合の A の要素ではありませんから、このピンクの丸は not in A というふうに書くわけです。で、要素が一つもない集合のことを空集合と言います。からではなくて、これは空と読みます。で、この phi というこの記号を用いて表します。この場合、集合 A はですね、4つの要素を、ちゃんと持っていて、空ではありませんので、A はnot イコールというふうに書いて空集合ではないというふうに表します。で、一般にですね、集合が有限個の要素を持つとき、その集合は有限集合であるというふうに言います。無限個の要素を持つような集合は無限集合と言うんですけれども、この授業で扱う、この授業で登場するような集合は、基本的に全部無限集合ではなくて有限集合ばかりです。で、あとはですね、有限集合 X に対して、X の要素数、さっきの集合 A ですと4なんですけれども、この絶対値のような記号を使って、X のサイズ、要素の数を表します。ですから、この場合だと、集合 A の大きさはイコール4なわけですね。で、X の大きさが N であるような N 個の要素を持つような有限集合のことを、N 元の集合というふうに言います。この場合は4個の元を持っているわけです。で、あとですね、最後、さっき集合の書き方、こういうふうに列挙するような、並べて書くという書き方を紹介しましたけれども、書き方はいろいろあります。例えば、x イコール1、2、3、4、5というふうに先ほどと同様に並べて書いても構わないんですけれども、実際に要素がたくさんあると、5個だったらわざわざ書いてもいいんですけれども、100個とか200個とか、もっと多かったらですね、ちょっと全部自力で書くっていうのはちょっとほぼ不可能ですよね。難しいですよね。だから、そういう場合は、条件を用いて、こう書きます。X というものの集合で、そのどのような X かというと、X が5以下の自然数であるようなものというふうに書きます。これは5以下の自然数全部の集合と、そういう意味です。この縦線みたいなもののこの右側が条件なんですね。左側にX って書かなくてもいいんですけど、書かなくてもいいというか、これが X じゃなくてもいいんですけれども、A って書いてもいいし、Y とか何でもいいんですけども、とにかくこことここは同じ文字じゃなきゃダメなんですね。とにかく何かに関する集合で、ただしその何かっていうのはこういう条件を満たすというふうな書き方をします。でちなみに集合の要素が満たす条件を書くときはですね、この縦線の代わりにコロンとかセミコロンを使う人もいて、全部意味は同じです。で、今集合の話をしました。で、集合が例えば今の例だと、これとこれは同じ集合だよというような話をしましたし、これとこれも同じ集合だという話をしましたけど、今度は含まれると、そういう話をします。で、部分集合の話ですね。それは何かというと、集合 A の、集合 A と B と、2つ集合があったとしてですね、A の要素すべてが B の要素であるときに、A は B の部分集合であると言って、こんな記号を用いて表します。この下側のこの横線みたいなのがイコールっていう意味なんですけれども、この B の方が A を含んでいるというふうな意味を持ちます。だからこういうことですね。図で書くとこうです。例えばA はこの2つの要素からなっている集合ですよね。このオレンジの五角形と、黄緑の四角からなっていますけれども、この A の要素すべてはB に含まれてますよね。オレンジの五角形は B の要素でもあるし、この、黄緑の四角は B の要素でもあります。B にはその他の関係ないものもいっぱい含まれてますけど、ともかくその A を B は含んでますから、この記号を用いて表すわけですね。ちなみに理工系の方は結構見慣れてるかと思いますけれども、高校での数学だと、こういう時って、不等式の不等号なんかも必ずイコールなんかで書きますけど、大学以降になるとイコールではなくて横線をよく使うことが多いです。ただ意味は同じです。
で、あとはですね、これちょっとおまけというか、一応なんですけれども、えっと、この X choose N というこの記法もちょっと紹介しておきます。これは集合 X の要素から、N 個を選ぶときのすべての組み合わせの集合です。つまり数学的に書こうと思うと、こう書けますね。とある y の集合 y の集合で、y はどんなものかっていうと、x の部分集合で、n 個の要素を持つものということです。これ一応解説しておきますと、この、コロン、イコールというこの記号ですね。これが定義を表すもので、左は右のように定義されるという意味の記号です。でここの縦線の条件の書き方については先ほど説明した通りですね。でちなみにこの条件は今ここに2個書いてありますよね。y は x の部分集合であるっていう条件1個目と、y の大きさは要素の数は n であるというような2つの条件式が入ってるわけですけど、それらをかつで結んでる、両方 A かつ B というか、その1つ目の条件式を満たす、かつ2つ目の条件式を満たすっていうのは、かつと書いてもいいんですけど、カンマで表すこともよくあります。カンマと書いたらまたはではなくて、かつという意味です。or ではなくて、and という意味だと覚えておいてください。で、なんでこれを、この記法をわざわざ紹介したかっていうとですね、高校だと、大学に入る前だと、コンビネーションですね。NC2 というような、例えば、そういうので、N 個のものから2個選ぶ組み合わせの数なんかを表したりすること多いと思うんですけれども、大学ではというか、あんまりC という記号は使わなくてですね、こっちの記号を使うことが多いんですね。で、グラフ理論に何の関係があるかっていうと、特に、X が頂点集合だと、ちょっと後でちゃんとした言葉を定義しますけども、完全グラフの辺集合を表すのに、X というのが頂点の集合で、そこから点と点をつなぐためにですね、じゃあそのどの点とどの点を結ぶのかっていう、その X という点の集合から2点を選ぶときのすべての組み合わせ、ありとあらゆる辺の線の組み合わせの集合というを表すためにこの記号はよく使います。なので結構使用頻度が高いです。これは出てきたときにまた言うので、そんなものがあるのかというふうにちょっと知らなくて、スッと入ってくる人は覚えてもらっていいんですけれども、ちょっと難しいなと思った人はちょっと後回しでも大丈夫です。この記号は絶対に覚えておいてください。で次はですね、集合の和と積ですね。これも覚えておいてください。集合はですね、普通の数字の場合だと、足したり引いたり掛け算したりとかできますよね。で集合もですね、和とか積とか差とかそういった演算が定義されています。というわけで順に見ていこうと思います。で集合の和っていうのはベン図で言うと両方ともその A または B というような部分で、積っていうのが A かつ B というベン図で言うと重なってるところっていう意味なんですけれども、ちょっとまず読んでしまうと、 A と B の和集合っていうのは A と B のいずれかに属す要素全体からなる集合で、こんな記号を用いて書かれるというものです。これはA カップ B と呼びます。お茶碗みたいなものなので、A カップ B と呼びます。で、A と B の積の集合の方は、A と B の両方に属す、A かつ B ってことですね、の要素全体からなる集合で、これは逆に帽子みたいなので A キャップ B と読むんですけれども、この記号を用いて表せます。ちょっと文章で言うと分かりにくいので、絵を見た方が早いかもしれないですね。例えば、今 A と B という2つの集合がありますよね。で、よく見ると、オレンジのこの五角形と、この黄緑の四角形っていうのは A と B の重複する要素なんですよ。他は、この、ひし形の、ダイヤ型の青いダイヤと、この黄色の長方形とかは、B に入ってないし、この星とか三角も A に入っていなくて、ないんですけど、このオレンジの五角形と緑の四角形だけはシェアしてるわけなんですね。で、じゃあ A と B の和集合って何かっていうと、A と B のいずれかに属す
どっちでもいいから、要素を全部、和なのでね、集めてくるわけです。で、最初に言ったように集合っていうのは、マルチセットという多重集合って言わない限りは、同じ要素が入っていないものの集まりで、全部異なるものの集まりでしたから、A カップ B というふうに両方、これらの要素を集めてくるとですね、黄緑が2個入るってことはなくて、2個あっても1個だというふうに書くわけです。オレンジの五角形も同じですね。というわけで、こういうふうに和集合っていうのは、結果的に A または B っていうこの集合はですね、こんなものになります。一方で、積の集合ですね、A、キャップ B の方はですね、A と B の両方に属す要素全体の集合ですから、まさにそのオレンジの五角形と黄緑の四角形、これがA と B の共通部分の集合なわけですね。だから積っていうのはその A と B の共通部分を表すものです。A と B のどっちにも入ってる、どっちかに入ってるというのが和集合。A と B のどっちにも入ってるというのが積の集合です。で、ちなみに、A とB が特にシェアしている要素がないときですね。A キャップ B が空集合であるときは、互いに素であるというふうに言います。例えばこれがそうですね。A と B のどちらも互いに、どちらも何も要素をシェアしていないので、こういう場合は A と B は互いに素であるというふうに言います。これはもちろん、これがエンプティではありませんので、A と B は互いに素ではありませんという例です。で、ついでながらの集合の差というのも定義されています。さっき足し算をしましたけど、引き算もできます。これもこっちの方は、あんまり違和感がないと思うんですけど、A から B を引いた差の集合というのはですね、B に含まれる要素を A から除いて得られる集合のことで、A-B と普通に書くこともあるし、こんな、バックスラッシュみたいな記号を使って、表すこともあります。A-B、じゃあ例えばこの場合どうなるかっていうと、A から B に入っているものを引くわけですから、A から A と B の共通部分を引くわけですね。だからオレンジの五角形と黄緑の四角形は消える。というわけで残りはこれです。これが A-B です。逆にB-A っていうのはこの B の方から A に入っているものを、除くわけですから、この2つが残るわけです。1-2と2-1が違うようにですね、A-B と B-A っていうのは一般に異なります。で、じゃあ次にですね、集合属というのを、ちょっと今のところずっと集合の話してたんですけど、今度はちょっとだけ、レベルアップではないですけど、一般化したもので、集合の属というものを紹介します。集合の集合のことです。集合を要素とする集合を集合属、集合の属というふうに言います。集合の集まりですね、属。英語だとファミリーというふうに言います。で、どんなものかっていうと、例えば今、先に言ってしまいますけど、右の絵は、この A1 っていう集合と、例えば A2 っていう集合と A3 っていう集合ありますけど、その集まりのことは、これはA1、A2、A3 という集合属 F というふうに言います。これはさっきの F っていうのがファミリーの、F っていう気持ちですね。です。で、集合属の話が出てきたので、これもまた重要な言葉なんですけど、集合の分割という話もしておきます。なんか例えば勝手な集合が、ここにありますよね。集合 A というものがあって、A の分割というもの、切り分けるという操作を考えます。で、丸1、丸2、丸3を満たすような集合属のことを分割と言うんですけれども、これ絵で見た方が分かりやすいかなというふうに思うんですよね。例えば、このA を切り分けるわけですから、例えばどう切り分けてもいいんですけど、ここではこんなふうに切り分けたとしますよね。これと、こんなふうにして切り分けたとします。で、そうすると、今この左側の部分と下側の部分と右側のこの3箇所というか3つの部分に A を分割しました。で、そうすると、ケーキを分割して配るような感じでですね、A から、この A1 っていう、ちっちゃい部分集合ができますし、この、さらにちっちゃい A2 っていう
部分集合と A3 っていう部分集合ができたわけです。で、これをこういうふうにしてできるもののことを、この A1、A2、A3 というこの集合属をA の分割というふうに言います。A を分割してこれらにすると言ってもいいですいうこともありますし、この集合属自体を A の分割であるというふうに言うことはとても多いです。で、じゃあもうちょっと詳しく言うと、分割というからにはどういう条件を満たさなきゃいけないかっていうと、切り分けるわけですから、切り分けた先というのが、空であっては困りますよね。端っこの何にもないところで切ってはダメで、とりあえず何か、空でない部分を作るように切り分けないといけないというのが丸1が言ってることです。で、丸2が言ってることは、互いに素であるということで、切り分けるなので重複しててはいけませんよね。これもA1 と A2 は互いに素だし、A2 と A3 は互いに素だし、A1 と A3 は互いに素になっています。だから、それぞれの切り分けられた後の部分が、共通分を持たないようにするというのが丸2が言ってることです。で、丸3も、切り分けるという言葉、状況を考えると当たり前ですけれども、切り分け残しがあってはいけない。A1、A2、A3 を集めるとですね、その和集合を取ると、これらまた集めると A に戻る。特に取りこぼしがないということです。だから A1 と A2 だけでは A の分割というふうには言いません。A1、A2、A3 というふうにA のちゃんと分割になっていて初めてパーティションというわけです。で、次に、これも、どのぐらい必要かなところがあるかわからないんですけれども、これも一応、導入をしておきます。写像という考え方ですね。これは、グラフ理論に限らずいろんなところが出てくるので、せっかくなので押さえておきたいと思います。写像っていうのは、2つ、集合があった時にですね、X と Y みたいな集合があった時に、X の、各要素にですね、Y のちょうど1個の要素を対応させる、そういう対応規則のことを X から Y への写像というふうに言います。例えばこれはその写像の例になっているわけですね。X から Y の写像と言うと、これその例なわけですけれども、ポイントとしてはですね、X の各要素に Y の要素を1個だけ割り当てるということは、X の要素はあぶれてはいけないんですね。実際これは1からも2からも3からもどっかに行ってますよね。というのがまず1点目なんです。X の要素はあぶれてはいけない。X の要素は全部どこかに移さないと、対応させないといけないわけです。もう一つのポイントは、X に2つ以上の Y の要素を割り当ててはいけないんです。Y に2つ以上のとこから入ってくるのは構わないんですけど、X から二股に分かれてはいけないんです。人気者がいるにはいいんですけど、X の1番さんと2番さんが D を取り合ってるっていうのは、それは構わないんですけど、1番さんが A にも D にも行くと、そういうことは許されていないんですね。だから、その X の要素をあぶれてはダメ。誰も選ばないというようなことはできないし、二股はかけられないと。どっか必ず、一つのところに向かわないといけない。それが X から Y への写像というものです。で、写像にも種類がありまして、覚えておくべき重要な言葉が3つあります。写像の中でも重要なのは、それは単写と呼ばれる写像とですね、全写と呼ばれるものと、全単写と呼ばれる写像です。数学的に書くと、ちょっとご覧のような定義になるんですけれども、この3つの違いについては絵で見た方が分かりやすいかなというふうに思います。単写っていうのは、写像の中でもですね、Y の要素が取り合いにならないもののことを単写と言います。一つずつということですね。X が人の集合で、1番さん、2番さん、3番さんがいて、Y っていうのが、例えば椅子だとしますよね。A 席、B 席、D 席、C 席というふうにあったとして、で、2人が1つの椅子に腰掛けるっていうのはできないというような状況。空いている椅子ができるのはいいけど、たかだか1つの椅子に、1つの、椅子には
たかだか一人の人がいると。そういう状況です。取り合いにならないというのが単写です。で、前者っていうのは何かっていうと、今度は別に取り合いになるというか、集中してもいいから、とにかく Y の要素で溢れてるものがないというのが前者です。全部Y のところに来てると。Y で、なんか孤立しているところが、ものが一つもないというのが前者です。で、前単者っていうのは、単者かつ前者である、前者かつ単者であるもののことを前単者って言います。当然そうすると、前者かつ単者なので、Y の要素で溢れているものはないし、取り合いにもなっていないということなので、こんな風に1個のものにつきちょうど1個のものが対応しているような規則ということになります。当然その X と Y の要素の数も同じで、取り合いになってたり、あぶれたりっていうことが起きていないわけですね。というのが前端者です。で、今までずっとその集合の話をしてきたんですけれども、なので、集合は最初の方に言った通り、順序っていう考えはない、要素の順番は気にしないでよかったんですけれども、まだ時にはその順序を込めて何か表現したいこともあるので、ここで順序対について、あとその関連する直積に関して話しておこうと思います。特に順序対はですね、これから頻繁に出てくるので、言葉を覚えておいてください。先ほどのようにですね、先ほど集合は要素の順番は気にしないと言ったんだけれども、決められた順序に並べられたペア、2つの要素があって、それを、左右に意味がある順番に並べると。そういうものを順序対、オーダードペアというふうに言います。で、集合の場合はさっきの中括弧みたいな形で書いてたんですけど、順序対は丸括弧で表します。で、A イコール B の場合もあります。で、A の左側のところ、これをですね、第一成分、右側のこれを第二成分というふうに言います。で、なので、順序対は、順序がありますから、A、B って書くのと B、A って書くのは、一般には異なるものです。もちろん A イコール B だったら同じものをたまたまなりますけれども、一般には順序が変わると別物というのを表します。例えばですけども、例え話ですけども、子音と母音みたいな感じで、どっちが先に来るかが重要というか、この順序で来ないと意味がないというような、そういうイメージを持ってもらえればいいかなと思います。で、直積集合なんですけれども、これも順序対に関する重要な概念で、集合、A と B って2つのものがあったときにですね、A と B の直積とか、A と B の直積集合、A クロス B とこの記号で書く、掛け算の記号で書くんですけど、これは何かっていうと、片方が、第一成分が A の要素で、第二成分が B の要素であるような順序対全体の集合のことを言います。ちょっとこの文字だけ見てるとちょっとわかんないかもしれないので、例を出しますと、例えば集合 A の方がですね、ここではKST という子音だったとして、集合 B の方がですね、あいうえおって母音だとしますよね。で、当然、どっちの順番で AK と KA って違いますよね。違う文字というか、違う音になってしまいますので、順序があるわけなんですけど、で、A と B の直積と、こういうふうに書くと、この、組み合わせ、KA と KI、KU、KE、KO とか、SA、SI、SU、SESO とか、こういったそれぞれ、これが一個一個は順序対ですね。この、A から一つ、集合 A から一つ選んで、集合 B から一つ選ぶっていう、この順序対全体の集合、この緑で書いた部分のことを、この A と B の直積集合というふうに言います。なので、ただそれだけなんですけれども、この、順番があって、それぞれから、選べる組み合わせというか、順序付きの、列のあり得る、ものの集合というのを、直積というんだということを、覚えておいてください。今言った数学的な準備というか言葉なんかはですね、この後もたくさん使っていくと思いますので、もし出てきた時にあれ何だったかなというふうに思ったらまた振り返ってチェックしてもらえればと思います。